事実を事実のまま完全に再現することはいかに面白おかしい架空の物語を生み出すよりもはるかに困難である。アーネスト・ヘミングウェイ。一本攻撃を当てない空手で優勝。なぜか優勝杯が軽い。これじゃ空手ダンスじゃないか。1970年代ヘミングウェイの一文で始まる実在の空手家大山益達の伝記漫画が大ヒット。ひでえな。寸止め空手はダンス空手。こりゃ喧嘩には使えねえな。梶原君、私の伝記漫画は好評です。ちょっと脚色しすぎが心配だが、引き続き他流のネガティブキャンペーンを盛り込みながら書き進めてください。了解です。大山先生、任せてください。空手家大山益達、作家梶原一騎。彼らの作る伝記漫画は既存の空手流派を空手ダンスと揶揄しこき下ろした。既存の空手流派は漫画のざれ言など相手にしていなかったが例外もいた。今回の主人公矢原幹夫である。なあなあ、最近ヒットしてる大山益達の伝記漫画読んだか？読んだ。俺たちひでえ書かれ方してるな。空手ダンスだってよ。そういや大山ってここで練習してたらしい。中山先生は直接教えたらしい。矢原幹夫、お主なぜ繰り返し運数を修練している？まさかくだらんことを考えてるならよせ。大山のことはほっとけ。対決は不可避なのか？最近よく来るあの人、なんかかっこいいわ。ちょっと近寄りがたい。ワイルドな感じがいいの。でもあの人、いつも一人だし、入り口をずっと見ているわ。不思議ね。大山益達、ここのレストランによく来ると聞く。俺たちをこき下ろす大山益達、そして大山が率いる極真空手は許せないということが分かった。大山は俺自らの手で倒す。いらっしゃいませ。おお、ご無沙汰ご無沙汰。来た。おお、イメージと全然違う。どうもいつものハンバーグ頼むよ君。すでにもう老人だ。老人を殴る趣味は私にはない。正直がっかりした。大山はすでに老いぼれだ。やっても意味がない。今現役の極真最強の男は間違いなく山崎輝友。大山の代わりに奴をやろう。山崎さん、矢原と名乗る者が話があると。やれ。国士舘の狂犬矢原か。厄介だな。いいの？極真は強いよ。来なさい。正面から愚の骨頂。空手を何も分かっていない少子千番。消えた。男子最大の苦しみ。どうですか先生、乗り心地は。兄貴のやつ、大山先生と揉めちまって極真の映画の続きが撮れねえ。新たに寸止め流派の伝説の空手家矢原幹夫に接近したが、取材に OK してくれるかどうか。わかった、マキ君の取材に協力しよう。ただし条件がある。条件？極真空手初代世界チャンピオン佐藤勝明との試合のセッティングをお願いしたい。始め。正中線が見えん。正中線、
それは人体の中央を縦にまっすぐ通る線のこと。この線には急所が集まる急所のデパート。矢原は後ろ足重心で半身に構えることで正中線を隠している。一方佐藤は両足重心で正面に構え正中線を見せている。もちろんメリットがあるからこその構え。立位状態の人体には重心がある。重心を中心として軸がある。この軸の位置は姿勢と重心の位置で変わる。中心に軸を置くということは正中線に軸を置くということ。正中線に軸を作り正面に構える立ち方は2本の足で支えるからパワーがあるしバランスもいい。だがデメリットもある。デメリットは急所丸出しということ。特に顔への手技禁止の空手競技は顔を守る必要がないからさほど正中線を隠す必要はなかったのかもしれない。ならば急所丸出しのデメリットがあってもパワーというメリットを重視して正中線構えを採用することは必然かと思う。近年頭部への過激のあるファイトスポーツでは軸を移動させながら戦う選手が多く見られます。逆にちょっと前はどの打撃系ファイトスポーツも中心線オンリーの構えが主流だった印象がある。ですが古来から伝わる本来の空手の型は3本の軸を使いこなすメソッド。スポーツ空手は競技化によって本来の型の断りが必然してしまっている嫌いはあると思う。空手家 YouTuber 川島優先生のチャンネルで見たのだが、昔は極真でも三鎮立ち正拳突きの基本稽古の際頭をずらしながら、要するに軸をずらしながらやったと聞く。非常に興味深い。過去の極真空手が競技とは別に頭部への打撃を想定して訓練していたと推測できる情報だ。間合いが広い。とても遠くにいるように感じる。極真空手の顔面禁止の競技ばかりやっていたから、その間合い感が脳に染みついてしまっている。捕まらん、捕まえられん、全く近づけん。力技で強引に馬乗りになってやる。自分から寝て蹴り、そしてアウェイ。立ち技競技は2本足で立っていないことを禁忌とする風潮があるが、よく考えたら転んだら即負けとは言いにくい。それに無理に立とうとする本能を利用して転倒させる技も存在する。立ち続けようとする行為が必ずしも好ましいとは言えない。俺は元柔道家だ。矢原も元柔道家と聞く。引き込みに近い発想かもしれん。はっ、頭部への過激を想定しない空手では間合いへの意識がおろそかになる。今後伝統派の空手と極真空手の合いの子の競技を考案しよう。勉強になった。後にこの経験を糧に佐藤勝明はまさに極真と伝統派の合いの子ポイント&KO制の空手競技を考案する。頭部への手技は禁じ手だが的確な打撃も評価し得点にする。このルールならば間合いに対しての警戒感が生まれる。ゲームの中に間合いの概念が生まれる。もう一人狩らなければならない人物がいる。それもしかして空手一家中団芦原秀幸参上。芦原め、道場破りなどというバカな。しかも俺の生まれ故郷四国松山で。芦原先生、矢原幹夫が道場破りの報復のために四国に上陸したそうで。俺が迂闊に道場破りしたばっかりに。どうする芦原秀幸。矢原と戦って勝ち目はあるか。奴は伝統派最強と聞く。石井君、なんとかして私と矢原さんとの話し合いの場をセッティングしてくれないか。おっす。うひょ冗談きついですね。申し遅れました。私
石井和義と申します。芦原秀行から伝言を預かっております。ぜひ一度話がしたいと。矢原先生、本日はお時間いただきありがとうございます。矢原先生、今日は一つご提案があるのです。ぜひ四国で矢原先生と空手指導をご一緒できたらと思っております。もちろん報酬は矢原先生の満足いくようにお支払いいたします。いかがでしょうか。断る。俺の優しさをなるほど。手を出さないことがベストな選択だ。失敬。おっ、俺は肩で風を切って歩くような生き方は嫌いなのさ。格闘技神殿に彗星のごとく現れたニューヒーロー矢原幹夫、そして今回紹介の極真狩りの逸話。彼は何者？今回だけでは語り尽くせない。後半へ続く。